本動画では、フローの設定を通して、プロセスフローエディタの使い方や、フローに関係するステートメントの使い方を説明します。はじめに、製品のフローを定義してみよう .vcmx を開きます。このレイアウトにフローを設定します。プロセスタブ、エディター、フローをクリックして、プロセスフローエディタを表示します。フローを設定するには、プロセスフローエディタにプロセスを追加する必要があります。追加する方法は、3D ワールド上のプロセスラベルをクリックする方法。3D ワールド上のプロセスラベルをフローステップまでドラッグしてドロップする方法。プロセスフローエディタ右のプラスアイコンをクリックして追加する方法の3種類あります。選択中のプロセスは丸の色が水色から黄色になります。黄色の状態で別のプロセスを選択するとフローが設定できます。プロセスラベルをクリックした場合、同名のプロセスを複数選択した状態になります。フィーダー、マニュアルプロセス、パラメトリックレース、シンクのフローを設定します。これでフローを設定できました。シミュレーションを再生します。製品がフィーダー、マニュアルプロセス、パラメトリックレース、シンクへ流れます。次に、プロセスフローエディタ内の操作について説明します。プロセスフローエディタ内のプロセスをドラッグすると、プロセスの位置を変更することができます。プロセスフローエディタ内でプロセスをドラッグしたり、プロセスを削除したりすると、もともとプロセスがあった場所がカラフローステップになります。フローを実行したときにカラフローステップに到達した場合、次のプロセスが特定できないため、フローが途中で止まってしまいます。フローを設定するときは、カラフローステップを作らないようにしてください。プロセスフローには、一つのステップに複数のプロセスを設定することができます。例として、パラメトリックレースの名前を変更して、複数のプロセスを設定します。パラメトリックレースの名前をパラメトリックレースにパラメトリックレース3に変更します。この状態で一度シミュレーションを再生します。パラメトリックレース2とパラメトリックレース3はプロセスフローに追加していないので製品が流れません。プロセスフローエディタのパラメトリックレースの下にパラメトリックレース2とパラメトリックレース3を追加します。再度シミュレーションを再生します。パラメトリックレース2とパラメトリックレース3にも製品が流れるようになります。複数のプロセスを設定したステップは上部のハンドルを選択してドラッグすることで、まとめて移動させることができます。ハンドルのプロパティについて説明します。最初に、プロセスモードについて説明します。プロセスモードは、複数のプロセスを設定したステップの設定で、どのプロセスを実行するかの設定です。最初に利用可能なプロセスの場合、プロセスフローに並んだ順に利用可能か確認し、利用可能なプロセスから実行します。プロセスフローエディタ上での順番をパラメトリックレース3、パラメトリックレース2、パラメトリックレースに変更します。シミュレーションを再生します。製品が流れるとき、パラメトリックレース3、パラメトリックレース2、パラメトリックレースの順で流れるようになります。複数のプロセスが利用可能である場合、プロセスフローエディタ上で上にあるプロセスを優先して実行します。パラメトリックレースを複数選択します。コンポーネントプロパティウィンドウ、規定タブからプロセスタイムを1に変更します。
シミュレーションを再生します。パラメトリックレース3かパラメトリックレース2のいずれかが常に利用可能になっているので、パラメトリックレースには製品が流れなくなります。任意の順序ですべてのプロセスは、ステップ内のすべてのプロセスを実行します。プロセスモードを任意の順序ですべてのプロセスに変更します。プロセスフローエディタ上のプロセスラベルのアイコンの形が変化します。今回の場合、パラメトリックレース3、パラメトリックレース2、パラメトリックレースが任意の順番で実行されます。動作を確認するために設定を変更します。パラメトリックレース3、パラメトリックレース2、パラメトリックレースをすべて通るようにトランスポートリンクを追加します。この時、プロセスフローの追加の設定は不要です。シミュレーションを再生します。シンクへ移動する前に3つのパラメトリックレースを通過するようになりました。プロセスモードを最初に利用可能なプロセスに戻します。パラメトリックレース同士のトランスポートリンクを削除します。パラメトリックレースを複数選択して、プロセスタイムを60に戻します。プロセスモードの説明は以上になります。次に、is オプショナルについて説明します。is オプショナルは、次のプロセスが利用できない場合に、別のステップのプロセスを実行するようにする機能です。is オプショナルを使って、マニュアルプロセスからパラメトリックレースへ移動するときに、パラメトリックレースが利用できない場合は、バッファで待機するようにします。一度、レイアウトを修正します。E カタログウィンドウ、タイプ別モデル、PM ウェアハウジングからウェアハウスシェルフを 3D ワールドに配置します。フィーダー、マニュアルプロセス、バッファ、パラメトリックレース、またはパラメトリックレース2、またはパラメトリックレース3、シンクとなるようにトランスポートリンクを追加します。この時、マニュアルプロセス、パラメトリックレース間のトランスポートリンクは削除しないでください。シミュレーションを再生します。フィーダー、マニュアルプロセス、バッファ、パラメトリックレース、またはパラメトリックレース2、またはパラメトリックレース3、シンクという順で製品が流れます。現在の設定では、パラメトリックレースに空きがある場合でも、一度バッファを経由して製品が流れています。設定を変更します。バッファのハンドルをクリックします。プロパティウィンドウから is オプショナルを有効にします。プロセスフローエディタ上のバッファとバッファ、パラメトリックレース間のトランスポートリンクの枠線が黄色に変わり、バッファの前にトランスポートリンクが追加されました。これで、プロセスの利用状況で実行するプロセスが切り替わるようになります。パラメトリックレースのいずれかが利用可能の場合、マニュアルプロセス、パラメトリックレースの順で製品が流れます。この時、枠線が黄色のプロセスはスキップされます。パラメトリックレースが利用不可の場合、マニュアルプロセス、バッファ、パラメトリックレースの順で製品が流れます。パラメトリックレースが利用可能になるまで、製品はバッファで待機します。この時、枠線が黄色のプロセスが実行されます。マニュアルプロセス、パラメトリックレース間のトランスポートリンクを残したのは、is オプショナルを有効にしたときに、パラメトリックレースが利用可能の場合のトランスポートリンクで使用するからです。シミュレーションを再生します。最初の方は、パラメトリックレースが利用可能であるため、マニュアルプロセス、パラメトリックレースと製品が流れます。パラメトリックレースがどれも使用中の場合、バッファへ移動して、パラメトリックレースが利用可能になるまで待機します。
is オプショナルを使うことで、同じフローステップで同名、同一のプロセスを複数回使用することができます。マニュアルプロセスへ製品を流す前にバッファを経由するように設定を追加します。フィーダー、マニュアルプロセスをフィーダー、バッファ、マニュアルプロセスになるようにトランスポートリンクを追加します。動作を確認しやすくするために製品の生成方法をバッチ生産にします。フィーダープロセスをクリックします。コンポーネントプロパティウィンドウ、プロダクトクリエイタータブからフィードモードをバッチに変更します。バッチ間隔を720、プロダクトをキューブ、カウントを25に変更します。シミュレーションを再生します。問題なく製品が流れます。is オプショナルの説明は以上になります。フローにマニュアルプロセスで一定の確率で不良品が生成されるようにし、不良品の場合はバッファやパラメトリックレースを介さず、直接シンクへ流す設定を追加します。設定方法の一つに不良品専用のフローグループを追加して処理を切り替える方法がありますが、今回は使用しません。プロセスフローシーケンスステートメントを使って一つのフローグループ内で切り替えるように設定を行います。前準備としてシンクのハンドルをクリックします。プロパティウィンドウから名前をディフェクツ&シンクに変更します。次にマニュアルプロセスに設定を追加します。プロセスタブ、エディター、フローを選択した状態で左側のマニュアルプロセスのプロセスラベルを右クリックします。ステートブロック度を選択した状態でステートメントから if ステートメントを追加します。追加した if ステートメントをクリックし、ステートメントプロパティウィンドウからコンディションをユニフォーム0、0、100小なり10と設定します。これは if 文を実行するたびに0以上100未満の数値をランダムで生成し、その値が10未満だった場合全の処理、10以上だった場合は else の処理を行う条件式になります。全に不良品を生成してシンクへ直接移動する処理を記述します。全の下の empty をクリックします。ステートメントからノードマテリアルを設定を追加します。このステートメントは初期設定では製品変数名がプロダクトインのマテリアルをレッドに変更するのでそのまま使用します。これで 10% で不良品になり、不良品になった場合は赤色になるようになりました。次にステートメントからフローステップを取得を追加します。このステートメントはフローステップの情報を変数に保存するステートメントです。フローステップソースは取得する情報を設定します。今回はフローステップを設定します。リターンバリアブルネームは取得した情報を保存する変数の名前の設定です。今回はデフォルトのフローインフォを使用します。フローグループはどのフローグループから情報を取得するかの設定です。今回はフローグループ番号1を設定します。フローステップはフローグループのどのフローステップの情報を取得するかをリストボックスで設定します。今回は括弧後ディフェクツ&シンクを設定します。これでフローグループ番号1のシンクのフローステップの情報を取得してフローインフォに保存することができました。次にステートメントから次のフローステップを設定を追加します。このステートメントはプロダクトインの移動先の情報をフローインフォに書き換えることができます。今回は各設定がデフォルトのまま使用します。これで 10% の確率で不良品が生成され、
不良品の場合は直接シンクへ移動する処理が設定できました。残りのマニュアルプロセスにも設定を行います。if をコピーしてもう一つのマニュアルプロセスのステート、ブロックドの下にペーストします。Get Flow ステップを選択してステートメントプロパティウィンドウからフローステップソースを製品の現在のプロセスに変更します。Get Flow ステップを選択した状態で、ステートメントからフローステップを見つけるを追加します。このステートメントは、既存のフローステップの前後のフローステップを探すステートメントです。プロセス to find をシンクに変更します。2つのマニュアルプロセスで処理が異なりますが、どちらも 10% で赤色の不良品が生成され、その場合は直接シンクへ流すようになりました。最後にマニュアルプロセス、シンク間のトランスポートリンクを追加します。これで不良品の設定が追加できました。シミュレーションを再生します。一定の確率でマニュアルプロセスで不良品が生成され、生成された不良品は直接シンクへ流れるようになりました。以上で製品のフローを定義してみようを終わります。ご視聴ありがとうございました。